こんにちは。今回はこの空気入れをレビューしていこうかなと思います。もう買ったのは1ヶ月以上前になるんですけど、これなかなかこの電動の空気入れが便利だったので、ちょっと紹介してみようかなと思います。で実際1ヶ月、2ヶ月ぐらい使ってみて、いいなと思ったところと、ちょっと微妙かなって思ったところ、そのあたりをレビューしていきます。先に結論だけ言っちゃうと、これ結構おすすめです。具体的に説明していこうかなと思います。これはですね、メーカー名見えるかな？読み方ちょっとわかんないですけど、ウィンドっていうのかな？このメーカーのものを買ってみました。この電動の空気入れって今すごいたくさん出ていて、Amazon とか見てもらったらわかるんですけど、種類めちゃくちゃあるんですよ。でなかなかね、選ぶのが難しいと思うんですけど、僕がこれを買った理由っていうのは、このサイズ感ですね。この細長いサイズっていうのが、僕のバッグの中にはちょっと入れやすいところがあったんで、この細長いタイプにしてみました。例えば、水筒を入れるところとか、折りたたみ傘を入れるところみたいな、細長い収納のところに入れやすいかなと思います。ちょっとスペックを紹介すると、サイズが 188mm。これですね、188mm× 40mm×40mm。40、40ですね。普通のサイズのスマホと比べてこんな感じですね。これはiPhone 12 Pro。MAX じゃないやつですね。こんな感じのサイズ感です。ただ重量が結構重くて、これ重量が 365g です。大体電動空気入れ、他のやつもこのぐらいの重さか、もっと重いタイプだと思います。で最大気圧は 120psi までになってます。他の商品だともうちょっと高い気圧まで入れられたりするんですけど、これはちょっと多分コンパクトな方なので 120psi までです。ただ BMX だと120まで入れることって少ないかなと思うので、大体これで大丈夫かなと思います。これ充電の電池の容量が 2000mAh です。で充電の時間が2.5時間から 4.5 時間っていう風に書いてあります。充電はここの、穴ですね。Type-C の入力になってます。Type-C で入力して充電です。あとここがね、ライトがついてます。暗い中でも照らして空気が入れられるようにですね、ライトがついてます。でこういうケースがついてて、全部まとめて入れられるようになってるんですけど、付属品としては本体の他にこういうホースが、ついてます。これを本体にネジ式なんですけど回してつける感じです。ここにこうつけて、こういう感じですね。最初はここね、米式に対応するようになってます。このままでもう米式として使えます。BMX は米式が多くて、最近フレンチバルブとかもありますけど、大体米式アメリカンだと思うので、このまま使えます。でじゃあこれ、米式しか使えないのかっていうと、そんなことはなくて、アダプターはついてます。これがアダプターですね。フランス式、フレンチのバルブに変換するアダプターと、あとはボールの空気なんか入れるときのこの針のタイプのアタッチメントと、あとは浮き輪とかに空気を入れるときのアタッチメントも入ってます。この3つが入ってます。あと説明書が入ってるっていう感じですね。説明書は日本語対応してるので、特に心配ないかと思います。で、使い方なんですけど、この辺はね、説明書読めばわかるんですけど、これの場合長押しすると、こういう風に画面に数値がいろいろ表示されます。で、今これ 83.5 っていう風になってますね。僕がだいたいいつもこんぐらい今、入れてるので、自分の設定でこうなってます。であとはこれ 8.0 気圧。これボールのマークが書いてあるんで、ボール向けの気圧ってことですかね。で、これは最初から入ってます。この人のマークが書いてあるんですけど、これは個人の設定、自分で自由に設定できるっていうタイプですね。ここに単位が書いてあるんですけど、PSI。90psi です。もう一回押すと、これはバイクの絵が書いてあるんですけど、バイクのタイヤ。これもともと 50.5 じゃなかったんですけど、確か自分でちょっといじって、今 50.5 になってます。で、これが自転車のマーク。自分で設定してるのが今 83.5 っていう感じです。こういう風に4つぐらい選べるんですけど、それぞれ、変更ができます。こうやって 0.5 単位で変更することができます。なので自分の好きな、設定で、4つの空気圧で設定できるので、
これは自由度が高くていいかなと思います。であと単位も変えられることができて、今、一番 BMX で分かりやすい PSI にしてるんですけど、これも、この上を押すと、これですね、バーって書いてあるんですけど、これは気圧ですね。3.4 気圧。もう一個上を押すと KPA、キロパスカルかなになります。で、これがキログラムパー平方センチメートルっていう風になりますね。なので、自分が一番分かりやすい単位にすることができます。BMX だと PSI かバーを使うことが多いと思うんで、特にこれは問題ないかと思います。で、空気を入れるときは、ここを押すだけです。っていう感じで空気を入れ始めます。ただこれは結構音がうるさいかなとちょっと思います。賃貸とかでやってたら多分上下左右の部屋には結構響くんじゃないかなと思います。ご家族と一緒に住んでたとしても夜中とか他の人が寝てる時間帯にやったら多分うるさいんじゃないかなっていうレベルです。この空気入れのすごいいいところは、これボタンを押して放っとくだけでいいんですね。置きっぱなしにして、この自分で設定した数値まで入れたらもう勝手に止まってくれるんですよ。それがすごい便利だなと思います。ただちょっと普通の手動式のフロアポンプと比べると結構遅いんですよ。これ。時間がかかるんですよね。ちょっと数分間待たないといけないっていうのはあるんですけど、その待ってる間に、準備運動したりとか、ちょっと飲み物買いに行ったりとか、そういったことができるんで、空気入れるのが遅いっていうのはそこまで気にならないです。で、終わったら、で、これ長押しで電源切って、ここを外すんですけど、ここがめちゃくちゃ熱くなります。やけどするレベルなんで、ちょっと放置して冷ましてからの方がいいくらいです。はい、そういう感じです。ちなみにバルブにセットするとき、これネジ式でこう、くるくる回してバルブにくっつけなきゃいけないので、それがちょっと手間っちゃ手間です。レバー式の普通のポンプに慣れてる人からすると、これは結構ちょっとめんどくさいかなと思います。これのメリットとデメリットをまとめてみます。まずメリットから言うと、もちろん一つ目は自動っていうのがすごいいいですね。ボタンを押せば勝手にブーンって入れてくれるんで、BMX 乗る前にこう、必死にポンプをして疲れるっていうのはないですね。で僕は持ち運び式のちっちゃい小型のポンプっていうのも持ってるんですけど、あれはめちゃくちゃ空気入れるのは大変で、もう手もめちゃくちゃ痛くなるし、回数もかなり入れないといけないので、正直あれを普段使うっていうのは現実的じゃない感じだったんですよ。結構値段が張るやつを買っても入れるの大変だったので、それと比べたらめちゃくちゃいいなと思いました。あとは、他の商品もそうだと思うんですけど、ベー式とフレンチに対応しているので、そこは心配いらないのが良かったです。僕は今、フロントのチューブだけフレンチで、リア側がアメリカンバルブ、ベー式になってます。ちょっと両方使ってるので、ちゃんとアダプターがついてるっていうのは、安心できました。3つ目は気圧が細かく設定できるっていうのがすごいいいなと思いました。PSI で言うと 0.5 刻みで設定できるので嬉しいポイントかなと思います。で、4つ目は自分がよく使う気圧で登録しておけるっていうのがいいですね。僕の場合だと今フロントダイヤは 50psi でリアの方は80から85ぐらいで今いろいろ試してるんですけど、そういう風に普段使ってる気圧を登録できるんで、いちいち毎回何 psi 入れるみたいな風に調整しなくていいので、もう電源入れてすぐそれ選べば空気入れられるっていう、その速さがすごい嬉しいですね。あとは最後、コンパクトだっていうところがいいですね。このぐらいのサイズ感なんで、手のひらよりちょっと大きいぐらいのサイズ感なので、持ち運びはすごくしやすいですね。小さいバッグにも入れやすいと思います。ただちょっと 360g ぐらいあるんで、ちょっとずっしりする感じはあります。逆にこのデメリットも紹介していこうと思います。まず一つ目はこれ、本当当たり前のことなんですけど、充電が切れるとただの重りになります。これね、ちゃんとしてる人とか、マメな人は全然心配する必要ないと思うんですけど、僕みたいに結構ズボラな人だと、ついついね、充電忘れちゃうんですよね。BMX に乗りに行く時のカバンにこれ入れっぱなしで、家帰って、ちゃんとこう充電するっていう習慣がないと、またこれ、カバンに入れっぱなしでそのまま出かけて、電池がないみたいな。っていうことにもなりかねないです。実際僕は一回それやっちゃって、他の人の空気入れ借りられたからよかったんですけど、ほんとこれ充電がないと何の役にも立たないっていう、そこだけ気をつけた方がいいかなと思います。あとさっき言った通りちょっと重いですね、これ。365g って結構ね、ずっしりくるんですよね。これ持ってくか持ってかないかっていう迷うことも多々あります。なんかずっと入れっぱなしにしておこうとはちょっと思えないぐらいの重さにはなってます。3つ目のデメリットは結構うるさいなって
っていうのが正直な印象です。街の自転車屋さんとかで電動の空気でウィーンってやってるのとか見たことあると思うんですけど、その自転車屋さんの電動の空気入れの音のまんまっていう感じですね。外だとそんな気にならないかもしれないですけど、家の中だとやっぱりちょっと響くなっていうのと、床に置いとくと、床に置きっぱなしにすると結構振動がガタ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 ってなるんで、その振動も伝わるかなと思います。これに関してはしょうがないかなって思えるぐらいのデメリットです。で、もう一つが、バルブにこれをセットするときの回すのが結構めんどくさいんですよね。時間がかかるんですよ。スポークとスポークの間で狭いところでこうやってねじらなきゃいけないんで、それが未だに僕は慣れないというか、ちょっとめんどくさいなと感じてます。これもしょうがないっちゃしょうがないですね。あとさっき言った通りで、結構空気入れるのに時間がかかります。ちょっと正確に測ってないんですけど、多分空気全くない状態から80とかまで入れようとすると、5分ぐらいかかるんじゃないかなと思います。なので急いでる時とかちょっとせっかちな人にとっては長いなって感じられるかもしれないんですけど、ちょっとさっきも説明した通りで、待ってる間に他のことやってれば、意外と気にならないポイントかなと思います。っていう感じでメリットとデメリットいろいろご紹介したんですけど、デメリットの方で挙げたものもそんなに気になるレベルじゃないので、基本的にはめちゃくちゃ僕は気に入ってます。他の人にもおすすめできるものです。充電だけ気をつければすごい使えるなと思います。僕は今基本車での移動なので、充電やべえ忘れてたって時とかは、車のシガーソケットからタイプ C 伸ばしてきて、その場で充電したりとかっていう風にしてるので、車移動だったらそんなに怖くないかなとも思います。ちょっと充電時間短すぎると使えないとは思うんですけど。そうだ、あと、充電するときにちょっと気をつけた方がいいかなと思うのは、タイプ C のところに僕、Apple の純正の iPad についてきたタイプ C のケーブルを挿したんですけど、そしたらなぜか充電が開始されなかったんですね。気づいてなくて、充電できたと思って使おうと思ったら、充電されてなかったっていうことがあって、ケーブルとの相性っていうのがもしかしたらあるかもしれないので、充電開始すると画面に表示されるんで、それは確認した方がいいかなと思います。今回はこの商品の説明したんですけど、基本的にはどの電動のポンプも同じ仕組みだと思うので、そんなに大差はないんじゃないかなと思います。いろいろ調べてみたんですけど、これが電池の容量が 2000mAh で、他のタイプだともうちょっと大きい5000だったりとか、そういうタイプもあるみたいです。これより大きいものの方が多いとは思うんですけど、いろんなタイプがあります。あとこれは 120psi までの対応なんですけど、150psi まで対応しているものとか、そういうのもいろいろあったりするので、これが絶対おすすめですっていうわけじゃなくて、いろいろ見てみると面白いかなと思います。本当にこれはもうちょっと早く買っとけばよかったなって思うぐらい便利なので、普通におすすめできますね。あとこれは関係ない話ですけど、プールに行った時に浮き輪を膨らませたりとか、家でビニールのプール膨らませるとか、バスケットボールだとか、そういうボールを膨らませるとか、そういう時にも役に立ってくれるんで、地味に役立つ時もあるっていう、そういうポンプです。一家に一台あってもいいんじゃないかなと思います。ここから余談なんですけど、今日が11月14日です。先日骨折しましたっていう動画を上げたんですけど、まだまだもちろん治ってない状態で松葉杖生活してます。退院してから今ちょうど5日目ぐらいですかね。でただ、結構びっくりしたんですけど、松葉杖なしでちょっと歩けるようになったんですよ。骨折した左足の方も全体重乗せられるし、曲げるのは30度から40度ぐらいは曲げられるかなっていう感じです。最初もう0度から10度ぐらいしか曲がんなかったんですけど、それがだんだん30度ぐらいまでいけるかなみたいな、そのぐらいには回復してきてます。で、そんなに焦って曲げたり体重かけたりしちゃダメでしょって思われるかもしれないんですけど、これはちゃんと医師の指導と、リハビリの専門の方の指導の下でやってて、僕の今回の骨折の仕方と手術の方法だと逆にその早いうちから曲げたりとか体重かけたりして早めに動かすことで治りが良くなるらしいので、頑張ってちょっと無理しない程度に動かしていこうと思います。来年の5月ぐらいにね乗れればいいなと、今のところは思ってるんですけど、もちろんねもっと早く乗れたらそれにね越したことはないので、あんまり急ぎすぎず安全な範囲内で医師の意見をしっかり聞きながらリハビリ、頑張っていこうかなと思います。その間はこういう形の動画しかなかなかアップできないと思うんですけど、今までアップしたくても BMX に乗る時間を優先してて動画の編集してなかったっていうのも結構あるので、それをどんどんアップしていこうかなと思います。おかげさまで今登録者数も900人を超えまして、あと100人弱で1000人になるっていう
ところなので、本当に趣味でやってるチャンネルではありますけど、1000人はね、ぜひ行きたいなと思ってます。これからもよろしくお願いします。最近ですね、英語の字幕もつけるようにしてるんですね。で、なぜかっていうと、このチャンネル登録してる方、結構海外の方が多いみたいで、その英語字幕があるとすごい助かるっていう声をすごいもらって、この動画英語の字幕入れてくれっていう頼まれることも多くて、まあそういうのがきっかけで英語字幕も、最近は入れています。まあ、ただ僕のね、英語力がね、あんまりないんで、Google 翻訳に結構頼ってるんですよ。Google 翻訳で入れて、ちょっと、これはおかしいかなっていうところを少し直したりとかってやってるんですけど、めちゃくちゃ時間はかかってます。でも、希望があるのでね、これからはできるだけ英語字幕を入れていこうと思います。あとはもう以前アップした動画とかでも英語字幕ないやつは少しずつ追加していこうかなと思うので、海外の方はそちらもチェックしてみてください。あとこれは日本の方向けになっちゃいますけど、ブログのサイトも僕やってまして、ブログの方は結構頻繁にいろんなことをアップしてます。今回みたいなこういう雑貨が便利だったとか、この靴が履きやすかったとか、このパーツが良かったとか、あとはまあ関係ないブログも書いたりしますけど、そちらのブログもぜひね、チェックしていただければと思います。あとインスタグラムもやってますので、もしよければフォローお願いします。では今回はこの辺で終わりにします。もしよかったらチャンネル登録と評価もよろしくお願いします。では、さようなら。